こんにちは。システム組み立てチャンネルの大滝と新森です。今日はツール先行思考を捨てたシステム導入の極意ということで、このホワイトペーパー200枚ぐらいあるので、さすがに1本の動画でできないので、4部構成でお届けをしていきたいと思います。2部目なんですけど、IT 訴訟やトラブルから読み解く業務設計、システム設計の重要性ということで、ちょっと重い内容ですけど、お届けしていきたいと思っております。この動画を見ていただきたい方は、1000万円以上のシステム投資をしているにもかかわらず、現場が納得できるシステムができていないなって思っている経営者の方、そして基幹システムや販売管理システム、ERP システムを導入したいけど失敗許されないからちょっと怖いなと思っているような情報システム部の方にお届けしたいなっていうふうに思っております。成果努力で作られる。早速スタート。では早速本編に入っていきたいと思うんですが、ツール先行を捨てたシステム導入の極意ということで、第2部ですね。4部作の2部作目、ツール選定よりも大切な業務設計とシステム設計についてお話をしていきたいと思います。あんまりいい話ではないです。訴訟の話ですね。訴訟ね、嫌なんですよ。僕も取り扱うのは。ただ、勉強になるところはね、歴史は繰り返さないようにするためにあるものなので、しっかり見ていきたいと思います。まずシステム導入に関するトラブルが原因で訴訟に発展したケースっていうのはいくつも報じられているんですよね。一つがシステムが予定通りに稼働しなかったとか、想定した業務フローとは合わなかったとか、追加開発や修正対応が膨れ上がってプロジェクトが破綻してしまったっていったところなんですけど、結果ね、よりいいところはないと思います。企業とベンダーの間で深刻な対立を生んでしまってるんですね。でも問題点もあるっていうことは、問題は解決しやすいと思ってるんですよね。それが業務設計とシステム設計と思っているので、これが欠如している結果、企業とベンダー間で深刻な対立を生んでしまったっていうふうに思っております。まず一つ目の事例なんですけど、IT 訴訟の事例として文化シャッターさんの販売管理システムにおけるリプレイスにおける裁判が記載をしております。参考元として3つほどですね、もっと調べたんですけど、大きく分けてこの3つから参考情報として記載をさせていただきました。さらりとお話をさせていただくと、2015年ですね、販売管理システムのリプレイスを目的に IBM さんにご依頼をしましたと。ただ、開発経過ということで、2つの開発手法で進めていたけど、途中で手法を一本化しました。早期に稼働する優先方法を文化シャッターさん側から IBM さん側に提案したけど、IBM さんは拒否しましたと。要件定義のやり直しから始める開発手法を提案したんですってね。初めからしとけばねってちょっと思っちゃったけど、結果どうなったかっていうと、文化シャッターさんは実質的に将来のプロジェクトの成果が破棄されたと主張して、開発委託費約22億円を含む27億4475万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴しましたと。帰りの原因なんですけど、新販売管理システムは Salesforce One プラットフォームを基盤として標準機能 80%、カスタム開発を 20% に抑える予定。つまり、セールスクラウドとかサービスクラウドとか、Salesforce 社があらかじめ用意している機能を 80% 使おうとしたんだと思います。ただ、開発を進むにつれて、開発機能が 90% 以上に膨れ上がり、Salesforce の標準のアップデート、年3回のメジャーアップデートがあると思うんですけど、それに対応できなくなるということで、このまま開発を継続するには追加開発21億5000万円が必要って提案をして、結果として当初の開発方針としてはかけ離れた結果になったので、こういうふうな訴訟に発展しちゃいましたっていうふうな流れですね。時系列で言うとこういう状況ですね。ドキッとしちゃいますよね。これに対するコメントは控えさせていただいて、ファクトベースでこういうことがありましたっていうふうなところです。続いて、シンボリさんも大好きなプッチンプリンですよ。あれびっくりしましたよね。プッチンプリンがないみたいな。記憶に新しい
訴訟、トラブルですね。訴訟にはまだなっていなかったので、システムトラブルということで、江崎グリコさんの基幹システムトラブルです。2019年12月に基幹システムの刷新プロジェクトが開始されました。当初の予定は SAP さんですることを目標として、システム投資金額は215億。桁が違います。開発経過としてプロジェクトの進行に伴い投資金額は342億に膨らんで、完了の予定時期も2022年12月から2024年3月に延期になりました。トラブルの影響、どういうことになったかっていうと、消費者である我々も影響を受けたんですけど、新基幹システムに切り替えた直後に物流部門でデータエラーが発生しました。この影響でチルド商品の出荷が停止して、製品が市場に提供できなくなって取引先にも大きな影響を及ぼしましたと。このシステム障害によって2024年の12月期の連結純利益は前期比の 22% 減の110億円への下方修正をされました。通期の営業利益は60億円減、売上高は200億円減と大幅な業績悪化が報告されましたということなんですけど、ちょっと重いですよね。いろいろとね、もちろんこのベンダーさんも頑張られた、努力されたと思うんですけど、結果としてこういうふうなことが起こったというファクトだけお伝えをしていきたいなと思ってます。じゃあここからなんですけど、発生してしまったことは仕方ないところももちろんあって、で我々はそこから学ぶことができるなっていうふうに思っているので、ポジティブに学んでいきましょうっていうふうな意味合いです。大前提としてシステムリプレイスっていうのは多くの企業にとって業務効率化や DX 推進の大きなチャンスであると思ってます。ただですね、プロジェクトの進め方を誤ると訴訟や経営危機に発展するようなリスクを伴うと思ってるんですよね。なので業務設計、システム設計の不備が原因であるのであれば、私たちフライクができることとしては、業務設計、システム設計っていうのはこういうことをやってますよっていうのをしっかり世の IT を使って利活用したいと思っているような経営者の方や情報システムにこういうふうなアプローチは考えた方がいいんじゃないですかっていうのを理解してもらうことが我々のできることだと思うんですよね。なので我々がしているこの3つのポイントっていうのを今日はしっかりお伝えをしていこうかなっていうふうに思っております。まずポイントの1つ目、関係する全ての人が納得できるスケジュールで進めることですね。どこかの部門が疲弊してしまうような、部門というかベンダー側にも納得できるようなスケジュールっていうのはちゃんと提示して、お互いがグリップし合った状態で進めないといけないなっていうふうに思っております。ポイントの2つ目なんですけど、業務をシステムに合わせるのか、システムを業務に合わせるのかっていうのを方針を明確にすることなんですね。おそらくなんですけど、セールスクラウドでやろうと思っていた文化シャッターさんは業務をシステムに合わせることを想定して進んでいたと思うんですよね。ただ結果としてシステムを業務に合わせることになったので、9割方システム開発をしなくちゃいけなくなったっていうふうに思っております。ポイント3なんですけど、システム利用のイメージを具体化し、開発の方向性をぶれないようにすることだと思ってるんですよね。まずここまで聞いてこの3つのポイントどう思いますか？2番とかよく言われてますけど、難しいですよね、決めるの。どっちが正しいとかもないと思いますし、難しいなっていうところは思ったのと、一番大事ですよね。お客さん都合、我々で言うとお客さん都合で決めるんじゃなくて、ちゃんと関係する人たち全員が納得できるスケジュールっていうのはすごく重要だなって思いました。経営陣がこのスケジュールでやれって言ったからとか、3カ年計画の最終年度だからこれでやれっていうのってよく聞くと思うんですけど、それが失敗のもとだと思っているので、なのでポイント2もそうだと思うんですけど、このシステムを導入するって決めたタイミングで1番と2番と3番はある程度の流度で決めなくちゃいけないと思うんですね。なおかつベンダーに任せすぎないことですね、がすごく重要だと思っております。じゃあ一つ一つ紐解いていきたいなと思ってるんですけど、システムリプレイスは関係する全ての人が納得スケジュールで進んでますかっていう風なところなんですけど、失敗の多くは現実的でないスケジュール設定から始まるって思ってるんですけど、ちょっと
これ余談ですよ。受験勉強とかって、例えば大学受験ってもう高1から始まってるわけじゃないですか、でも高校3年生からスタートするから失敗するのって、もうみんな通ってる道なのに、なんでシステムってそうならないんだろうなってすごくモヤモヤを感じていて、なので現実的なスケジュール作るのやめようぜっていう風な意味合いなんですけど、じゃあ重要なポイント3つあると思ってて、経営陣とかシステム部門とかユーザー部門全員が納得できるようなスケジュールで進めること、そして業務の繁忙期を避けた上で十分なテスト移行期間がありますかっていう風なところですね。これベンダー側も経営陣もしっかり聞いてほしいんですけど、納期優先で進めずに業務の影響とシステムの安定性の両立をした上でスケジュールを決めましょうっていう風な意味合いなんですね。なので当初のリリースから遅れてるから急げっていう風なのは気持ちはわかるけど、そうじゃなくて業務の影響とかシステムの安定稼働みたいなところをしっかり決めなくちゃいけないんじゃないかなっていう風に思っています。そしてポイントの2つ目、システムを業務に合わせるのか業務をシステムに合わせるのかっていうのが、方針は明確に決まってましたかっていったところで、文化シャッターさんの場合は当初はセールスソースの標準機能 80% を活用って言われてたけど、それってじゃあどっちが言ってたんだっけとか、もしこれを文化シャッターさん側が言ってたら IBA さんの対応は違ってたかもしれないし、もしかすると IBM さん側とかセールスソースさん側から伝えてたらこれは問題だしねとかあるので、しっかり文化シャッターさん側とユーザー側ですねとベンダー側が合意をしてたかっていう風なところが論点というか、今後考えるべき歴史から学ぶところかなっていう風に思ってます。なのでちょっと2つ目からご説明をすると、全てをカスタマイズすればいいっていう考え方は全て標準機能最大活用をする方針を重要視することも重要だし、とはいえ利用部門の意見も尊重しつつ長期的な運用コストを考慮した上で、じゃあシステムを開発すべきなのか、セールスソースの標準の機能に合わせるのかっていうのをしっかり決めましょうっていうところが、一つ目の業務をシステムに合わせるのかシステムを業務に合わせるのかによってスケジュールや金額も大幅に変わってくるので、どっちにしましょうかっていうのを決める必要があるんじゃないかなっていうふうに思ってます。じゃあポイントの3つ目ですね。システム利用イメージが明確な状態で開発進めていましたかっていうふうなところで、失敗事例ではユーザー部門がシステムをどう使うかっていうイメージがないまま開発が進行してしまうっていうケースが多発しているんですよね。なので開発前に業務プロセスとシステムの動作、UI、UX をすり合わせを徹底すること、そしてアジャイル開発の柔軟性に頼りすぎないことですね。初期の段階で業務フローと要件を明確化しましょう。3つ目が開発の途中でもユーザー部門と継続的にフィードバックを行って利用イメージの乖離が発生してないかっていうのをしっかり確認していきましょうっていうのを重要なポイントとして挙げさせてもらってます。不都合な事実なんですけど、セールスソースの僕提案の仕方が嫌いって何回も言ってるんですけど、開発する時から全ユーザーライセンスを契約するの僕間違えてると思ってます。セールスソースを契約しなくても UI、UX とか業務プロセスとかシステムの動作のイメージって Excel でできるんですね。フライクでやってることですよ。なので大幅なライセンスディスカウントはあるかもしれないんですけど、しっかりユーザー側は業務プロセスとシステムの進め方っていうのを把握した上で契約をしてほしいなっていうふうに僕は個人的に思っております。資料ダウンロードはこちら。ではここまではどちらかというと不安になるような、歴史は怖かったなとか、ここ学べるなっていう風なことをお伝えしてきたんですけど、じゃあここからは具体的にどうすればいいんだっけっていう風なポジティブな内容をお届けしようかなっていう風に思っております。結論お伝えをすると、システム導入は単なる IT プロジェクトではなく業務の変革プロジェクトだと思っているんですよね。なので多くの企業さんでは自社の業務をより効率的に効果を出すために改善すべき業務はどれなんだっけ、そしてそれを支えるシステムっていうのはどういう風な機能必要なんだっけっていうのを十分に整理できないまま IT プロジェクトをやってしまうから僕は間違えてると思ってるんですね。なので IT システムの導入成功率を高めるためには業務改革の変革プロジェクトっていう意識を持った上で要求定義、自社はこういうことをシステムに要求しますよっていう意味合いと、
その要求を実現するためには、この理想的な業務の流れがありますよっていうのを、業務設計っていうのをしっかりした上で、システムを導入すればゴールではなく、業務改善できますよっていう意識を持つことがめちゃくちゃ重要だと思うんですよね。では、具体的に要求定義って何ぞやっていう風なお話です。じゃあ、要求定義っていうのは、システムを導入する目的を整理して、それを実現するための要件を明確化することだと思ってるんですね。なので、課題の整理の仕方としては、なぜシステムを導入するのか、業務上の目的や導入することで何を実現したいのか、じゃあ対象の業務はどの業務を改善するのか、じゃあシステムにはどういうふうな機能が必要なのかっていうことをしっかりこの4つのことを考えることが要求定義なんですよね。なので要求定義をしない状態でシステムを導入する場合には、4つ目のシステムに求めることをシステムベンダー目線でこんな機能がありますよっていうことで、確かにいるかもみたいなことを思っちゃうんですけど、その機能がそもそもいるんだっけっていう風な課題の整理、業務上の目的、対象の業務の特定化していない場合だったら、ツールの星取り表って言って、この機能あるからこの機能をライセンス契約しようみたいなことをやってしまうのが失敗だと思ってるんですね。じゃあその要求定義をどうやってするかっていうのが業務設計なんですけど、業務設計っていうのはシステムを業務にフィットさせるための準備でもあり、現行の業務プロセスを整理してシステム後の業務フローを設計することなんですよね。ちょっとニュアンス分かりづらいので詳しく説明すると、まず4つあって、1つ目が現行業務の整理ということで、今どのような業務がどういうふうに行われているのかっていうのを、いつ誰がどういうふうなシステム、紙も含めてです、それを洗い出すっていうふうな意味合いです。業務プロセスにおける課題を明確化すること、どの部分が非効率になっているかっていうのを洗い出す。そしてシステム導入後の業務フローの設計をすることは、どの業務をシステムに置き換えるのかっていうふうなことを決める。じゃあその最後に業務の標準化とルールの策定をしないといけないので、システム運用に必要な業務のルールってなんだっけっていうふうな意味合いです。なので私はシステムを業務に合わせてもいいし、業務にシステムを合わせてもどっちでもいいと思ってるんですね。ただ両方とも運用のルールっているよねっていうふうな意味合いです。それが業務設計ですることなんですよね。なので方針を決定するっていう風な意味合いで、業務設計の本質っていうのは既存の業務を整理することと、それを俯瞰した上でシステムのあるべき姿とか位置づけをすることなので、現場で使われないシステムにならないようにするためであったりとか、システムの導入目的は業務の最適化が重要なので、まずシステム導入することが目的ではないっていうことを意識することが重要と思っております。なので私たちフライクでは成功の5つのステップっていうのを作ってます。システム導入を成功させるためには、単にツールを導入するだけではなく、業務フロー全体を見直して企業の成長につながるシステム設計を行うことが重要なんですよね。なので次からご説明するのは業務設計プロジェクトの5つのステップっていうのを我々は提供しております。もしフライクに調査してほしい IT ツールや、こういう IT ツール使いたいんだけどどう思うみたいなのがありましたらコメントしてください。では具体的にフライクの業務設計プロジェクトということで、成功するシステムの5つのステップについてお話をしていきたいと思います。まず1つ目がビジネスの全体像を理解するなんですよね。はって思っちゃうかもしれないんですけど、まずシステムのことは置いときましょうと。システムなんて後から考えようぜ精神です。まずオタクのことを教えてよっていうことですね。クライアントのビジネスモデルや強みを深く理解して、システム導入の目的を一緒に明確にしようねっていう風なことで、具体的に何をするかというと、事業の価値、ターゲット顧客、競争優位性を教えてください。将来的な課題も見据えて、柔軟なシステム基盤を設計するためにそれら聞いていくんですよと。時には顧客視点でお客さんの業務というか、提供している価値を体験して、現場の課題を抽出していきますっていうことで、僕たちね、お客さんのサービスを体験させてもらうんですよね。とあるホテルのお客さんのところには泊まらせていただいたりとか、何かサービスを提供しているお客さんだったらそれを買わせていただいたりとかっていうことを先にして、ユーザー目線であることをまずすることが初めのステップです。そして2つ目のステップなんですけど、これもシステムに全く関係ないです。
組織の現状を把握することなんですけど、これは組織図を教えてもらうっていうこともあります。どの部門がどういう風な役割をしていて、縦割り組織になっているのかとか、例えばマーケ部門はどういう風な関与をしてるんだっけ、現場に対してとか、統括をしているのってどういう風な部門がしているのかっていうところを教えてもらうのことをやっていくための組織図を教えてもらいます。なので、業務フローと情報の流れを見える化して、非効率な作業や重複を特定するために、まず各部署の状況であったり体制を教えてもらっていることをやっていきます。そして3つ目、顧客のヒアリングをする前に業界知識を入れていくっていうふうなことなんですけど、顧客の課題を予測することを僕たちが勝手にさせてもらってます。なので、顧客が抱えるであろう潜在的な課題を分析して、より本質的な質問をするためにも事前準備を我々は徹底をしているんですね。本質的な課題って多分ここだよなっていうことを想定した上で、ソリューションをあらかじめ仮でこうだよなっていうことをやっています。で、この仮は当たらないことはよくありますね。お客さん別にセールスソースじゃなくてキントンとかノーションとか別にエクセルで頑張ればいいんじゃないとかって思うこともあるものの、意外と蓋開けてみると、あれ結構複雑だねとか、歴史の長いお客さんとかは情報がたくさん詰まっているので、セールスソースを導入するの1年後がいいなって思ったものの、いや現状の整理に 2,3 年かかるなとか、一足飛びでセールスソース入れちゃうと困るなみたいなことを考えるためにもあらかじめ予測するっていう風なところです。ここからが業務フローの課題と整理をするところなんです。ここからが本当の業務設計の始まりなんですけど、業務の流れを詳細にヒアリングして、組織や業務に潜む問題を特定していくっていう風なところなんですけど、実情を深く理解してツール導入で解決すべきポイントを私たちは聞いていってるんですけど、お客さんにはそれを意識させないんですよね。この機能セールスソースだったらいいなとか、フリー会計だったらいいなとか、ノーションの方がいいなとかっていうのを私たちは頭の中で想像しているんですけど、それはあえてお客さんには伝えず、フライクの視点から仮説をぶつけて潜在的な課題をあぶり出して、やっぱりこのツールがいいなとか、いや意外とこのツール合わないなとかっていうのをお客さんとディスカッションしながら、私たちではイメージを膨らましていくっていう風なことをやっております。そして最後、業務設計がある程度終わって理想的な業務フロー図が洗い出したら、初めてそこで最適なシステム設計をしていく、ツールを選定するっていう風な流れなんですけど、システムで解決すべき課題が特定できたら優先順位を決めていきます。お客さんがもう1回で5000万とか1億かけますって言われちゃうと、優先順位なんか関係ないかもしれないけど、そんなにシステムに投資をしてほしくないんですね。小さく始めて大きく育てて、成功体験を徐々に展開していくっていう風な方法を取りたいので、私たちではミニマムで3000万っていうことをある程度決めてしまっているので、優先順位を決めていきましょうっていう風なことをやっております。そして単体システムやシステム連携とかっていった最適なアーキテクチャ、構造ですよね。システム連携の構造を決定していくっていう風なことをやっていきます。つまりこの5つのステップで企業の現状と顧客ニーズを深く理解して最適な業務フローとシステム設計をするのが私たちフライクのやり方です。いかがですか？現場でやってるシンボリさんなんですけど、お客さんからするとこのやり方に疑問があったりとか、初めよくある質問とかってあったりしますか？まず長いって思われますよね。はい。業務聞くのに話かと思ったわ。1、2、3あるステップがっていうのと、あとはよくあるのはその競争優位性聞いてどうなるのとか、ビジネスモデルは結構理解していただけるんですけど、将来的な部分聞いてどうなるのみたいなことを聞かれる企業さんは多いかなって思います。その将来のことを聞くのって結構重要だなと思ってて、システムを入れた時点では今かもしれないんですけど、その設計したのってシステムの過去なんですよね。システム導入がはい今終わりました、今導入しますだったら今かもしれないけど、2日後には過去のものになってるんですよね。未来のことを想定しながら、しかも将来こういうことをお客さんやりたいよねっていうことをあらかじめディスカッションしておかないと、システムがまたゼロから作り直しですなんていうのは悲惨なので、なので未来のことは聞いたりしていますね。じゃあ最後、要件定義のためのシステム設計ということで、業務設計が終わった後のシステム設計の話をしていきたいと思います。ちょっと日本語ややこしいんですけど、要求定義は業務設計なんですね。なぜシステムを導入するんですか、業務をどのように改善をするんですかっていうのが要求定義
つまり我々で言うと業務設計なんですね。じゃあその後、どの業務をどのようなシステムで実現するのかっていうのを技術的な要件に落とし込むことが要件定義、システム設計なので、要求と要件は異なってるんですね。なので業務設計で要求が決まったらシステムに何を求めるかっていうのを要件を決めていく必要があります。なので要件定義って何をするかっていうのを詳しくご説明すると、まずシステム設計なので CRM、顧客管理の標準機能で商談管理とか顧客管理を実現するのかっていうのを決めていったりとか、自社の業務フローに合わせたカスタマイズが必要なのかっていうのをシステム設計で決めていったりとか、あとは営業支援ツールとかマーケティングオートメーションツールっていうのは今やるべきなのか来年やるべきなのかっていうのを決めていくのがシステム設計でやっていくっていう風な流れになります。なので具体的にどのツールでどういう風なインターフェース、どのような見栄えでやるかっていうのがシステム設計でやっていくことが要件定義になります。要件定義を正しく行うためにはポイント4つあって、1つ目がユーザー視点で実際に使えるシステムを定義することなんですけど、誰がどの業務でどのように使うかっていうのを明確にすることで、現場の業務フローとシステムの操作性をすり合わせることなんですよね。例えばシステムを導入したけど4クリックしないと知りたい情報にアプローチできないとか入力画面が開けないとかって嫌じゃないですか。なので現場の業務とシステムの UI、UX をすり合わせをすること、そしてシステムを業務に合わせるのか業務をシステムに合わせるのかっていうことを方針を決めることですね。ポイント2つ目っていうのは必須の機能と拡張機能を切り分けるっていうことで、ナイストゥーハブなのかマストなのか、マストか必須、ナイストゥーハブは拡張機能っていう意味合いなんですけど、あればいいよねっていうのが拡張機能なんですね。ただこれを入れすぎちゃうと納期も長くなるしお金も高くなる。ただ必須機能はないと使ってくれないっていう風な意味合いなので、必須機能と拡張機能を分けるっていう風な意味合いがポイントの2つ目です。そして3つ目なんですけど、システム間の連携を考慮する。例えば顧客管理を導入するときに販売管理システムとか在庫管理システムと顧客管理って連携した方がいいんだっけみたいなことですね。あとはマーケティングツールとのデータを連携したいとか、会計システムと請求データの連携はいりますかっていうふうなところも、そのシステム設計をするときに持ち屋持ち屋のシステムなのでちゃんと連携をしてユーザーが使ってくれるような情報がそこに一元管理できているようなことを考えるっていうふうな意味合いです。最後4つ目は、全てを網羅しているわけなんですけど UI、UX を重要視するっていうことで、ワンクリックで処理が完了するのか、入力項目が多すぎて現場の負担にならないかとか、スマホやタブレットでも快適に操作できるのかっていったところも考慮していく必要があります。例えば我々は四六時中パソコンを扱える環境なんですけど、例えば現場の方はタブレットじゃないと操作できないとか、移動中によく見るのでスマホで画面がたくさん入力項目があるんじゃなくて、ワンクリックでいろんな情報を入力できるようにしてあげたいとか、LINE のような形で入力をしたいとかっていうふうなことを決めていくのも、この UI、UX で重要視するポイントなんですね。なので要件定義で業務設計で何を改善するかっていうのを整理をしてシステムに落とし込む。システムでこういうことを求めたいなっていうことをしっかり決めた上で、システム設計で要求をどう技術的に変えていくかっていうのを決めるのがシステム設計なんですね。なのでシステム開発をするためにもしっかりと要求定義、業務設計がめちゃくちゃ重要になってきます。ここまでどうですか？要求がなくてシステム設計してる人たち多いですよね。多いですね。家づくりで言うと希望がないのにもう 4LDK、5LDK で決めるみたいな無理じゃねみたいなイメージですよね。そうですよね。これをねフライクやるからシステム設計までに、業務設計とシステム設計までにミニマム6ヶ月かかるし、システム導入を成功させるために 100% にするためにこれをしてるですけど、なんかパッと見考えるとやる必要ないなって思われるんですけど、やったお客さんはやってよかったねって絶対言ってくれるんですよね。これをもう少しね世に広めなくちゃいけないので、頑張って YouTube の動画撮ってます。
今日の動画はここまでです。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。一方的に大滝が喋りまくりましたが、ぜひこの動画を見てくださった方、いいねボタンよろしくお願いします。いいねボタンを押してくださると私すごく嬉しい気持ちになりますので、一方的に喋り続けて、悲しい気持ちになっちゃうので、いいねボタンよろしくお願いします。今日は2部作目だったので、全部で4部作あります。皆さんにプッシュ型で通知していきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてこの動画でお話をした内容は全てホワイトペーパーで確認することができますので、4部作目待てないな、すぐに内容見たいなっていう方は、こちらのホワイトペーパーをダウンロードお願いします。では次の動画アップまでお楽しみに。バイバーイ。